盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマはその植え替えちょっと待ってくださいと大丈夫ですかという、そういうお題なんですけども、その前にちょっとだけお時間ください。今無料のメールマガジン、無料のメール講座というか、そういうのをねやっております。概要欄からメールアドレスだけでね無料登録だけで届きますんで、結構もう何十本も60本ぐらい作ったかな。で2100人ぐらい登録もすでにされてて、結構見てますよと好評もいただいておりますんで、よかったらね復習というか、勉強の対してね復習みたいな感じで、見てみていただけたらなと思います。では本題に戻ります。植え替えそれ大丈夫ですかと、その植え替え大丈夫ですかという、そんな感じのお題なんですが、植え替えもねいつでもしたらいいもんじゃないんですね。やっぱしたらダメなタイミングっていうのが結構ありまして、盆栽になって年数が経ってる子はね結構、いつでも安全な場合が多いは多いんですけども、まず一番ダメなのは植え替えしたのにまたすぐ植え替えするみたいな、植え替えの間隔が短いのがもう多分一番ダメですね。去年植え替えて今年また植え替えするぐらいでもダメです。はい、一昨年植え替えて今年植え替えみたいなね、2年間空けりゃいけんことはないんですけど、あんまりねその頻繁に植え替えしようとは思わない方がいいですね。もうせめて3、4年に1回、もうだから植え替えの時にしっかりちゃんとした植え替えをすると、向きが悪かったりとか鉢が合わないとかいうのを後から気づかないようにもその時にちゃんとするみたいなのもまた大事なんですが、で今日の、お題のね一番の言いたい内容としました、これ黒松ね。この黒松実際の、今の状態としては植え替えして間がないんですけども、これがね植え替えして2、3年経っているとして考えてくださいね。ちょっとモデルとして持ってきてるだけなんで。大事なのはこの芽の方なんですね。これ芽がかなり小さいです。はい、こういう芽が小さい時は植え替えしてね根を出す力は結構芽とか葉の方からもらうんで、こんだけちょっと貧弱だと根を出す力が多分弱いと思うんですね。だからこういう芽が小さい時の植え替えは注意が必要です。絶対できないことはないんですけど、危ないは危ないです。はい。その芽がね強かったら根もしっかり出してくれるんですね、木がね。で芽が弱かったらあんま出してくれないと。でその中で植え替えでこういう弱い芽の状態でしっかり根を切って植え替えみたいなしてたらなかなか、大丈夫かなと。で先ほども言ったんですけども、盆栽だったらねもうそもそもが根が細かい状態、盆栽になって何年か以上経ってる子は根がもう結構細かい状態になってるから、それで助かる場合が多いんですが、僕なんか畑の松をね鉢にあげるみたいな作業をよくするんですけども、畑の松なんかもう根がものすごく少ないんですね、本数がね。だから上が弱くて、根が本数がもう少ない荒っぽいみたいなんであげた時はねやっぱ時々枯れるんですね。根回しとかちゃんと効いてても、上が弱いと枯れたりするんで、それを畑のはもう枯れやすいんで枯れちゃうんですけど、盆栽枯れにくいんですけど畑のが枯れるんだから盆栽でも同じようなことはしない方がいいだろうという、そういう考え方です。はい、でこちらのね黒松もう比べてもかなり目も葉も頑丈というか元気そうというか、もうこれぐらい元気だったらもう黒松は芽切りがあるんで、芽切りから時期離れてる方がいいんですけど、結構いつでも植え替えできます、これだったらね。はい、芽切りに対してっていうところだけは気をつけないかんですけど、真冬だろうがもう、そうですね、芽切りさえしてなかったら夏でも多分植え替えしても枯れませんね、これぐらいだったら。それぐらいだから植え替えって結構芽とか葉が大事なんで、そこが弱ってる子は気をつけましょうと。ただこれ一つ例外ありまして、根が詰まっ
ってて鉢の中根が充満しすぎて植え替えがねもう5年も6年もされてないとかね、で根が充満してる状態で上が弱ってる木はそれはもう植え替えで直す木なんで、それは植え替えたらいいんですね。はい、だからそういうんでないのに植え替えしたいからするみたいなタイミングで芽が弱いと。だったらもうちょっと芽が強くなってからしたいはしたいけど芽が強くなってから植え替えしようかなみたいな、そんな考えになっていただきたいなと思います。はい、まとめますと、芽が弱い木は植え替え気をつけましょうと、そういうことですね。弱いというか、小さいというかね、はい、サイズ的にとかね、はい、そんな感じです。盆栽からしたらもったいない北谷養泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。